本日は、今ね、すごい店頭に並べ始めました。こちらの菜の花を使って、唐揚げにしていきたいと思います。はい。で、今まで菜の花はね、パスタとかに使ったことあるんですけども、で、まあ、普通にね、僕料理するときおひたしとか、そういう感じには使うんだけど、あんまりね、揚げ物といったらなんか天ぷら一択のイメージがあるじゃないですか。その菜の花を今回ちょっとね、軽く菜の花の風味を消さない程度に下味をつけて唐揚げにしていこうかなと思います。で、まず菜の花なんですけれども、こちらのちょっと根元の部分ね、ちょっと硬くなってる部分、こちらだけ落とします。で、元を落としたらもうカットは終了です。丸々結構大きいまま使うんでね。菜の花なんですけれども、まあ普通にしっかり洗うんですけど、流水で流した後にちょっともう一手間洗います。菜の花なんですけれども、一回まあ軽くね、流水で流した後、このね、つぼみのところとかに結構汚れが詰まりやすいんですよ。こちらにね、この中に。なんで、一回パーって洗った後、ボウルとかにお水を張って、ちょっと振って汚れを落とします。中に詰まってるね。こんな感じで振ると、今はわかるかな？この中にね、お水の中にちょっとだけね、砂っぽいのが浮くんですよ。こういう風に詰まりやすいので、ちょっとこういう風にきれいに揺すってあげた方がきれいになります。今きれいにしたやつでもまたちょっと浮く感じなので、このゆすぎ方というか、ちょっと振って汚れを落とす作業はやってあげてください。どの料理に使う場合もね。では菜の花をきれいに洗ったら、ちょっと余計な水分はキッチンペーパーとかで取り除いてあげて、でここに下味つけていきます。ただ今菜の花こう2袋分用意したんですけど、ギュッて締められてたせいか開放したらすんげえ量になったんで、まあ普通に 2,3 人で食べる場合は1袋で全然十分です。なんでちょっとじゃあ今回今速攻使うのは1袋分ぐらいにしますね。ちょっと残ったのは僕はおひたしとかにしようかな。ここまでのね下処理は多分どの菜の花を使う料理にしても同じだと思うので、汚れを落とす処理まではしてあげといてください。でも本当以前あげたねパスタ、菜の花のパスタとかもすごい美味しいんで、ぜひぜひ。じゃあ1袋分ほどの菜の花の下処理が終了です。ではここに味付けをしてまいります。ただ菜の花って結構ねしっかりほろ苦さとなんていうの山菜の香りがねあるので、あんまりニンニクとかがっつりはつけないです。なので今回はチューブで大丈夫なので、ニンニクを小さじ1杯ほど、結構この量に対してだったら少ないかなぐらいの量で大丈夫です。に同量の生姜で、今ちょっとねこのボウルの中でやろうと思ったんですけど、ちょっと菜の花を入れてから混ぜるよりもちょっとね崩れちゃうかもしれないので、葉っぱがちぎれたりとかなんで、タレだけ先に混ぜ込んどきます。で小さじ1杯ずつのニンニク、生姜とお酒は大さじ1で、みりんを大さじ2にしますね今回。お醤油、こちら大さじ1。お出汁ですね、あごだし、こちら大さじ1/2ほど。ほんのりした味をつける感じにするので、こちらよーく混ぜておきます。このままでもね結構しっかりね下味つけるっていうよりもちょっとあっさり風味付けって感じで、この状態でもいいんですけれども、やっぱり僕はここにねごま油を大さじ1杯分、ちょっとねやっぱ香り付け、ごま油が入るだけでね一気に唐揚げ感が増すので、ごま油は入れるのがちょっとおすすめかなっていう感じです。タレができたら先ほどの水気を切った菜の花混ぜていきます。で、鶏肉とかと違って下味を漬け込む時間とかは特にないので、もうさっとあえてで衣をつける感じです。ほい。生だからあれだけども、この感じだと普通に美味しそうなサラダみたいな感覚ですよ。結構つぼみの間にねこの下味のタレの部分吸ってくれるので、本当に漬け込む時間はなくて大丈夫で、もはや漬け込んじゃうと中から浸透圧でね水分が出てきちゃうので、もうさっと、はい、OK かな。じゃあ衣つけていきます。今回は片栗粉を使います。片栗粉つけていきます。
下側にあるね、しっかりちょっと染みてるところから。はい。で、片栗粉をまんべんなくつけて、余計な衣を落として、はい。そしたらこちら、一旦置いておいて、ちょっと衣にね、水分が浮かせるようにしていきます。はい。で、こんな感じで、片栗粉をどんどんつけていきます。すごいもう揚げ時間もね、すぐ、さっと終わっちゃうので、もう高温で一気にカラッと揚げちゃいます。二度揚げとかはないので。ではこちら片栗をつけた菜の花なんだけど、これね、いつもよりもね、長めにちょっと馴染ませてください。ちょっとね、さっき、もう一個早い段階でやったら、やっぱね、ちょっとファって開いちゃって、衣が全部結構剥がれちゃったんですよ。なんだけど、もうちょっとね、衣と、菜の花を馴染ませる時間があると、ちょっと硬くなってくっつくので開きづらくなるんですよ。その方が綺麗に揚がると思います。で、衣も剥がれづらくなって、もうこれくらいしっかりね、ピント合うかな？ OK。馴染んだ方が剥がれづらくなるので、衣が。じゃあ揚げていきます。油の温度は170度ぐらいで。短い時間でね、さっと揚がるので。で、大体、まあ目安としては1分ぐらいかな。焦げないようにだけ注意して、20秒ぐらい経ったらひっくり返してあげてください。ほんとでも火通した瞬間、菜の花の香りが。ね。ということで、じゃあ45秒ぐらいでいいかな、大体。まあいいや。そしたら、揚げて、油切っておきます。まあ本当はね、これはできるだけ早めに食べるのが、サクッと食べれる、美味しく食べれるポイントなんで、もうほんと、これくらい、こんな感じになったらもう、出来次第食べてみてください。じゃあ一応もう一個揚げておきます。こんな感じで残りもねどんどん揚げていって実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もう早々に乾杯して新しいやつね。今 CM してたこれ飲んでみたくて。シュワビタほろ酔い。では、はい、乾杯。やっぱうまい。何？オロナミン C デカビタドリンクみたいな音をお届けできます。じゃあいきますよ。いただきます。いただきます。抜群だけどちょっとでは続きをちょっと今大事故で、ね、衣がえげつない量を下に降り注ぎで、じゃあちょっと、本当にもちろんね、まあ皆さんのね、画面の向こう側で届いてる音はもちろんなんですけど、サクサク感はもちろんなんだけど、味付けですね。ほんのり本当に、かすかなほろ苦さがあって、下味がやっぱちゃんとしてあるから、もう、天ぷらとか全然違う。めちゃくちゃうまい。やっぱ唐揚げベースなんだよね。だからご飯がめっちゃ食べたくなるような味。でもすっごい軽いから、ちょっとスナック感覚でも食べれるし、すごい。うまい。これは、本当に、ちいちゃい子で、本当菜の花を食べたことない方には、一度まずこっから、食べさせてあげた方が、絶対喜んでもらえても、これはうまい。しかもこれはまあ揚げ終わった後しばらく時間経ってこのサクサクよ。少しでも時間経っちゃう場合は、一個一個離して、置いといた方がいいと思います。空気に触れさせてね。そう。でもさすがにやっぱ片栗粉なんで、
その日のうちに揚げてその日のうちにはすぐ食べた方が絶対いいよね、もちろん。けど葉っぱのところがめちゃくちゃサクサクなんですけど、茎のところはちょっとジューシーなんですよ。そこがまためっちゃうまいんだよ。ちょっともう絶対マヨいっていい？でね、分かったのがね、結構葉っぱがバファってついてるやつと、そんなに葉っぱがなくて結構茎メインのやつがあるんだけど、茎メインの方が綺麗に揚げやすいですね。広がらないんで。どうマヨ。あ、めっちゃうまい。マヨ最強。米欲しい。めっちゃ米すごくない？これで米が食べられるって。マジうまい。もう想像以上に軽やかだね。ね。いや、これマジでね、今回ハイボール持っちゃうんだけど、ビール飲んでる方はビールのおつまみにはマジで最強だと思う。最強クラス。天ぷらでは出せない味付けだし、やっぱね、この衣の感じがやばい。ということで、本日はですね、菜の花のやみつき唐揚げですね、おこうちゃんに作っていただいたんですけども、食感がとにかくマジでびっくりするぐらいサクサクなんですけど、その茎の部分がちょこっとジューシーなんですよ。それがまた美味しいっていうのと、その菜の花の香りを殺してないぐらいの微妙な調整の味付けがまた美味しいです。ちゃんと菜の花の香りもするし、これマジでおすすめ。菜の花の料理の中で俺と一番好きになったぐらい、本当におすすめな料理になってると思うので、ぜひね、お酒飲んでる方にはもちろんなんですけど、まさかのね、ご飯にも全然合う味付けになってるので、ぜひね、ご飯のおかずにも作ってみてください。で、あと本当にポイントは、片栗粉をつけてから揚げるまでの間、馴染ませる時間を、いつもの唐揚げ以上にちょっと長めに取っておいてくれれば、揚げ、すごい綺麗にね、揚がると思うので、衣は剥がれづらく。いや、それほんと重要だったね。ということで、本日は以上になります。とっても美味しいので、ぜひ皆さん、今年の春はこの菜の花の唐揚げ作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。